動画の概要、本動画は認知に関するテーマを中心にざっくり視点で眺めていく動画になります。専門性よりも平易な表現を主に用います。はてなちゃんと心の可視化パート3。休憩がてら文具屋さんに来たけど、はてなちゃんお年玉で何買うの？付箋と鉛筆、あとノートだな。あと白紙も欲しいな。パソコンとかは母さんが買ってくれるけど、消耗品こそ自分で手に入れろって言われてる。それこそお勉強用なのに意外だね。学習における拡張認知の空間的意味付けを考えた場合、その入試の意味付けも相関する可能性があるんだと。別にケチってわけじゃねえけど、本当に身につけたいこと用なら自分のお小遣いやお年玉で買えだとよ。だから娯楽消費は結構買ってくれるんだ。漫画とか小説とか絵本とかな。まあ本当に意味があるかどうかわかんねえけどな。相変わらず難しくてさっぱりだけど、自分で買うから真剣になるってことかな。まあそんなとこなんだろな。というかはてなちゃん、紙と鉛筆好きだよね。子供っぽくて可愛いけど、パソコンやタブレットよりもいいの？どちらがいいってことはねえが、マルチモーダル的学習という点でアナログ情報は空間や時間を含めて曖昧さを包括しやすい。つまり言語化できていない文脈なんかも五感や知覚によって保持と想起がしやすいとは考えられるな。つまり自分の癖は大事ってこった。デジタルは学習よりも純粋記録と確認に向いているな。そこに至るまでの道筋の話ってわけだ。癖だからもちろん人それぞれのモダリティがあるぞ。私には紙と鉛筆と付箋が合ってるってだけだな。まあこれも適性ってより環境の結果なんだろうけど。せっかくだからなんか買ってあげようと思ってたけど、どうしようかな。その筆入れかわいいね。欲しいの？無償に何かが焚き付けられる。じゃあそれ買ってあげる。たまには大人らしいところ見せとかないとね。ありがとう大人のお姉さん。さてと、前回私が気になってたところから話を再開するか。ズバリ、本当に言語ネットワークの依存度が低いのか。前提として言語野を完全に切り離して考えるというのは不可能に近い。どこからが影響下なのか、厳密な切り分けが現代の観測技術や定義では困難だからな。ああ、少なく見積もっても命題が3つあるな。ねえ、その言語なんとかを使ってるとまずいの？それ自体にまずいことはねえが、知覚と想起レベルでも言語能力にハンデを抱えてる人や、前回の動物に対しての話が立ち行かねえ可能性が出てくるな。また本当に言語野への依存度が低いなら、逆に何をどういうルールで言語化しているんだというのがより争点になるな。現状のマインド、キャプショニングの仕組みを考えると、言語化って表現自体が危険だな。テキスト化とか抽象化のがいいかもしれねえ。言葉ってちょっと変えるだけでイメージってすごい変わるよね。科学もそうなんだ。科学者も専門家も言葉の力には抗いがたいからな。科学が定義に関わるのも心理性とは別に認識を間違えたくないというのが強いのかもな。そこらへんは地域文化の影響もあるし、言葉は第一線の専門家たちが一生かかってもしゃぶり尽くせねえ。前回前々回と言語化
と言ってきたからな。ひとまずそのまま行こうか。ただし言葉の見た目に騙されないようにな。悪い。前回までですでにテキストだのタグだの言語化だの割とちゃんぽんに使ってたわ。ではなおさら言語化という単語で行こう。ただしこれは心の言語化ではないことに引き続き注意だ。じゃあトリマ、命題を適当に出していくか。1号。了解しました、マスター。これまでの流れから予測可能な命題をいくつか提示します。命題 A。 情報は言語ネットワーク外に必要十分存在する。言語ネットワークを除いても性能が保たれる。もしくは言語ネットワークだけでは性能が伸びない。命題 A は一次論文においてすでに指示されています。例、言語ネットワークのみでは精度が出ない。除外しても大きな精度低下が観測されていない。それってさ、そもそもそういう風に出るように機械が動いてるから、じゃあどっちみち心の声は拾えないんでしょ。正直な話、その見立ては間違っちゃいない。反証もそこがキーだろうな。命題 B。 生成に必要な構造的意味は言語ネットワークを経由媒介しない。言語ネットワークを因果的に妨害しても非言語セマンティクスからの文章への生成が保たれている。命題 B は一次論文において未確定要素と考えられます。アブレーションについても因果妨害ではないと言えます。セマンテ、あぶれれれ。セマンティクスってのはそれの持つ意味とか解釈って意味だな。非言語セマンティクスってことだから、心の中の言葉にしてない部分の意味や解釈だ。心を言葉にするのを邪魔っこしてもちゃんとそれらしいテキストを作れるかって命題だな。アブレーションってのは分野によって異なるが、今回の場合その条件を除外して考えてもだな。ちょっと難しい話になるがな。例えば特徴量除外アブレーション。検証実験において実験用動画を見ている人の脳を fMRI って機械で観測していたのは覚えてるな。いっぱい動画を見せて動画ごとの反応をメモしたんだよね。ああ。でその動画を見た時の脳メモの中身は言語やをはじめいろんな部分の反応が書かれてんだ。ああ、わかった。言語なんとかのメモがなくても出てくるテキストがあんまり変わらないってこと？その通り。全然変わらねえってことはねえがな。さらに ROI 限定アブレーションだな。これは言語やだけでと言語や以外だけで生成テキストの精度を比べる検証だ。 ROI はまあ使う範囲って感じだな。あとは脳メモ側ではなく機械の方の計算手順を変えたりするアブレーションもあるな。実際の検証実験ではすでにそれらが試されており、それ全部やったけど言語やの影響弱いよって言ってるわけだ。あれれ、やったってことは命題 B は確認できたんじゃないの？因果妨害とは脳側の処理を実際に阻害することを表します。例、TMSDGC で言語関連領域の機能を一時的に落とす。失語症病変など言語野が損傷している人に対して同様の課題を試す。臨床状況で必須刺激などで局所機能を乱す。こういった検証を経て後、非言語セマンティクスからの文章生成が保たれるならば初めて命題 B は支持されます。しかし現状では確認が行われていません。つまり不確定要素となります。ああ、今んところの実験だと証拠として弱いよってことか。
あくまでも俺ら素人が触れる資料上ではだがな、実際の臨床がどこまでかは分からんぞ。命題 C。 被験者が内言的に説明文を作り、それを読み取っているわけではない。内言、コーバートスピーチを抑える操作をしても、出力が大きく崩れない。現状の検証実験では、思い出してほしい大まかな内容を指示し、それをもとに被験者に想起を促しています。そのため、内言自体の強弱や、それを言語化しているかの違いは、精査が行われていないと考えられます。要は思い描いた文章をそのまま取り出してないよなってことだな。同じ内容の課題で普通に想起してもらった場合と、詳しく思い浮かべるのを外から邪魔っこした場合で精度が大きく変わらないかだな。命題 C に関しても一次論文上では明確な示唆はされていないな。ただ全くやってないとも言い切れない微妙なラインだ。とりま今の3つの命題を満たせれば言語野への依存度は超低いって言えるだろうな。逆に言うと現在の開示情報じゃ満たしてないってわけだ。ズバリ論文ではどこまでは見たよって言ってるの？ほぼほぼ命題 A についての観測と反証だな。現時点で論文が提示している重要な観察結果は、言語ネットワーク反応のみでのデコードは精度が高くない。知覚と想起への寄与はあくまでも指示的な可能性がある。言語ネットワークを除外、アブラティングしても、100候補同定で約 50% に近い性能を達成したとしている。早期条件においても、言語ネットワーク除外の影響はわずかであったと記されている。これらは命題 A に対して強力な指示となります。しかし一方で、命題 B、因果的に経由しないと、命題 C、内言デコードではないは、因果妨害、内言抑制、誘導操作が不確定と言えます。あれれ？今の説明はちょっと難しかったか？それもあるけど、なんか変じゃない？感覚的に今試しにね、好きなアニメのキャラを思い浮かべてみたの。そんでね、そのまま今度はキャラの名前とかを心の中で言葉にしたんだけどさ、キャラの絵も言葉も文字もなんかぼやけるの。ぼやけるっていうか、全部が同時にははっきりしない感じ。なるほど。基本的なことゆえに見落としてしまっていたが、認知資源の取り合いの影響はでかいな。ああ、順を追って考えていくか。まず人間が何かするってと先立つのは認知資源、ワーキングメモリだ。ざっくり言うとだ、心臓つまりイメージを保つ作業と言語化する作業ってのは別系統でな。脳の限られた資源を取り合ってんだ。お姉さんのなんだかぼやけるってのをそれらしい単語にするなら鮮明度だな。つまり頭の中で積み上げたいことによってなぜ鮮明度が変わるのか。大きな理由としてはさっきも言った認知資源の取り合いだな。視覚心臓の維持や操作は視空間系、言語化は音韻内言系の能力を主に使うとされる。それぞれの能力の担当部署が違うって感じだな。音韻内言。あーそっか。言葉って音と見た目のダブルなんだよね。ああ、だから言葉を脳内で浮かべるってのは視空、視覚空間系も同時に使われるんだ。その逆もしかりだな。ちなみに内言には体を微細させることも必要と考えられている。頭の中だけでやってるつもりでも自分の体のどこかでリズムを刻んでるかもってことだな。ところが脳の認知資源、予算みたいなもんだが、これがかなり限られていて部署ごとに取り合いなんだ。さらに両者を同時に鮮明にやろうとすると、それらをまとめる部署にまで予算がいるので、そこで詰まりやすい。
脳ってのは割といつもカツカツなんだ。言語化が視覚記憶の成績を落とすって研究があってな。超ざっくり言うとだ、映像的なイメージを言語的なイメージに変換もしくは付与するとき、輪郭、質感、空気感みたいな細部が言葉の裏に吸い込まれやすい。要は言語化するってのはそれだけで映像的なイメージを劣化させやすいんだ。劣化というよりは変換による喪失だな。言語化するというとディティールを詰めるイメージがあるが、実際には情報の圧縮によってディティールを削る傾向にある。ちなみにイメージを言語に圧縮することを再符号化、その際に生じる情報の変化を再符号化干渉と呼ぶ。言語化ってのは大抵対象をカテゴリーにまとめたがるんだ。かわいいとか便利とか A が B してるとかな。確かに伝聞手段としては便利だが、映像的なイメージが持っている微妙な陰影、質感、配置のようなディテールが簡易化されやすい。このディテールからの簡素化への偏りは記憶に関する理論でも要約と筑語、逐次の二重のイメージとして扱われているな。つまり言葉にすることが詳しく説明できるとは限らないってこと？わかりやすいものとしては顔の再現だな。本来映像的に扱わないといけない対象について A さんの顔という言語化を始めた時点で A さんの顔の非言語的ディティールは薄まり、言語的存在になってしまう。結果として後で思い出すときに映像記憶で照合する代わりに自分の言語記述で照合することになり、ズレが肥大化しやすい。言語化能力は高いほどいいって思ってたけど、そういうわけでもないんだね。映像と言語、互いの変換が 100% ではない以上、記憶や情報を感覚的に扱うってのは重要だな。言語化が優れているってのはあくまでも社会的に再生産する必要がある情報の場合だな。また人間には言語っていう圧縮情報から映像という鮮明な情報を複合する力がある。言葉だけでも鮮明さだけでもダメってことだな。そして人間は両方を同時にはほとんど扱えない。だから関係を時系列でつなぐ力があるのかもな。ちなみに面白い実験として、発生抑制刺激によって言語化能力が弱まるとイメージの簡易化も低下するってのがある。何かを聞きながら創作活動ってのは理にかなってるのかもな。発声って声を出さないってこと？この場合の発声とは脳内や口頭を問わず単純に言語化行為のことだな。その抑制というと音楽を聴いて脳の言語化を邪魔したり、作業と関係ない鼻歌を口ずさんで思考の言語化を封じたりだな。言葉とイメージ両方を一緒に鮮明にってのは難しいんだよね。しかも脳内の担当部署も違う。実際にはその2つを頻繁に切り替えてて、それを時間軸で一つの情報として扱ってるんだよね。現状の脳科学理論だとその線が濃いだろな。ってことはマイキャプが言語ネットワークに依存してないってより、何の動画を見て思い出すかってそもそも言語が関わるタイミングが少ないんじゃないの？本当に意味表彰は言語ネットワーク外が本体、時系列が混ざった結果を機械が感知している。少なくともこの2つの可能性があるな。お姉さんの言うタイミングはおそらくは後者だ。影響量というよりもタイミング量の違いか。確かに言語からイメージの複合能力まで考えると、言語化からのイメージ化からの言語でディティール補正からの再イメージ化と実際には連続的だな。イメージからの言語は傾向的には情報を劣化させる。一方で言語からのイメージは具体性が高い。イメージ同士は再合成できるのだから、
ディティールを盛る起点として言語は優秀だな。まあそれにも個人単位での慣れはいるんだろうが。言語屋が断続的に関与していたとしても、その関与に多領域の反応が相関した場合、多領域の反応だけで結果的には精度が保たれるな。つまり言語屋以外の反応を答えとして扱っているから言語屋が関係ないように見えているが、実際にはプロセスとして存在していたという考えだ。そして現状の fMRI では残念ながらちゃんぽんになったようにしか観測できねえ。その中で中間処理である言語ネットワークへの依存度がマイキャプの構造上低くなるというのも筋は通るな。でもそれって言語の影響度が低いって言えるのかな。失語症の人とか言語なんとか自体がうまく動かないんでしょ。ああ、その人の知覚上という点では問題ねえんだが、あるべき代弁者としてはかなり弱いかもしれねえ。そうなると機械側のある程度の作文化もでっち上げかもだからダメとは言い切れなくなるな。時間軸にまで踏み込むとなると fMRI では無理だ。一つの fMRI 反応をさらに早期、言語化補正、再早期のループに分けるとなればメグや EEG、侵襲的計測が必要だな。それって難しいの？技術的な難易度もだが、現状でこれを人間に施すのは社会的に厳しい。電極を埋め込んだり頭に穴を開けたりな。しかも動物実験では代替が厳しい。現状ではハードルが高いな。仮説理論としては強くてもな。やっぱり私の仮説なんかだとダメなんだね。いや、理論としては面白いんだ。物理的には検証可能性もある。ただし科学にも守らなきゃいけねえ社会性があるってことだな。観測精度は落ちるが、検証方法として言語化禁止、映像として保つ指示、言語化推奨、説明文を作りながら早期、発生抑制で内言を妨害などは考えられるぞ。もし言語でディテール追加からの再早期が主要ループなら、言語化推奨で言語や寄与性や文章のディテールが増え、発生抑制で逆にそれらが喪失しやすい。言語への依存度実験を言葉での説明力に頼るってやっぱり不安ではあるよね。まさにな。だから現象に対しての機械測定ができればそれが一番なんだ。検証方法は理論の強さ以上に信頼性が重要だからな。単発での精度が高ければ良いわけでもない。今回のマイキャップでは一番いい方法で試せないことをどう代替するかってのを改めて考えるいい機会になったな。そういえばはてなちゃんの疑問はもういいの？ああ、10分だ。一致論文上では言語ネットワークへの依存度についてはそこまで強く否定できないってのが整理できたからな。ここからは本文の補足サマリーとなります。読み上げ語読の修正などは行えていません。音声は補助的に捉えてください。予測される命題とその検証可能性。命題 A、情報は言語ネットワーク外に十分ある。予測、言語ネットワークを除いても性能が保たれる。言語ネットワークだけでは性能が伸びない。これは論文がすでに強く指示、例言語ネットワークのみは高性能でない。除外しても大きく落ちない。命題 B、生成に必要な構造解には言語ネットワークを経由しない。媒介しない。予測、言語ネットワークを因果的に妨害しても、非言語セマンティクスからの文章への生成が保たれる。個々が未確定、アブレーションは因果妨害ではない。命題 C、被験者が内言で説明文を作っているのを読みでいるわけではない。予測、内言、
コーバートスピーチを抑える操作をしても出力が大きく崩れない。テスト1、言語ネットワーク定義の眼形性、除外が甘い問題。狙いアブレーション結果がロア定義の取り方に依存していないか。方法、被験者ごとに言語ローカライザ、例文章非語列で言語ネットワークを個別同定し、その ROI を除外して再解析。反証となる結果、個別同定 ROI を除外した途端に性能が大きく落ちる、イコール実は言語やに依存。補足。論文は言語ネットワークをまとめた領域で解析し、除外しても大きく落ちないと主張していますが、ROI の切り方に依存する可能性は常に残ります。テスト2、内言抑制、オティキュラトーリースプレションで内言でコード仮説を反証する。狙い。実は被験者が英語日本語で頭の中で説明していて、それを読んでいるだけを切り分ける。方法、動画視聴早期中にザザザの反復発生または高校音動などで内言を妨害、もしくは二重課題で言語ワーキングメモリを占有。反証になる結果、スプレッション条件で生成性能が顕著に低下し、特に言語的構造が崩れる。指示になる結果、スプレッションでも主成分、出来事、対象、関係性、型も垂れる。テスト3、言語化を誘導する禁止する操作で、出力の依存先を変えてみる。狙い。言語ネットワークが本当に指示的程度なのかを表出させる。論文でもスポーティブ寄りの解釈。方法 A 条件。見た内容を言葉で説明しながら見るように指示。言語化誘導。B 条件。言語化を避け、純粋に映像として見るように指示。非言語誘導。反証になる結果 A 条件でのみ性能が伸び、B 条件で大きく落ちる、イコール内言よりの寄与が大。指示になる結果 B 条件でも性能が保たれ、A 条件での伸びが限定的、イコール非言語表彰が主。テスト4、因果妨害、TMSDTC、脳外化刺激、で媒介を潰す、狙い。アブレーション、除外、ではなく、言語ネットワークを動けなくしても、成立するかを直接見る。方法、左 IFG、ブローカ相当、左ステ PG などに TMS あるいは臨床的に許される状況での必須刺激、E 工具患者等。反証になる結果、妨害で性能が大きく低下し、非言語領域だけでは再現できない。指示になる結果、性能の低下が軽微、または言語的流暢さだけが落ち、意味一致は保たれる。論文は除外してもほとんど影響しないと述べますが、これは因果証拠ではないので、ここが決定打になります。テスト5、失語症、特にグローバルアフェイジアで生成が成立するか、狙い。言語ネットワークが壊れていても、非言語意味からの文章化の手がかりが残るか、論文もグローバルアフェイジアでも複雑視覚イベントの理解が可能という選考に研究しています。方法、言語算出が著しく障害された群で、同様のデコードからの文章化、または文章化の代替出力を評価。反証になる結果、言語障害の程度に比例して意味一致が強く崩れる。指示になる結果、算出はできなくても出来事意味の回復が保たれる。少なくとも候補同定など。テスト6、情報は言語ネットワーク外にあるが、言語ネットワークが書き起こしの整形をしているだけ説を分ける。狙い意味、コンテント、と流暢さ、フォームを切り分ける。論文では、言語ネットワークのみは高性能でない。除外しても性能が保たれる。
一方、言語ネットワークが文法や整形に寄与している可能性は残ります。方法、評価指標を2分。1、意味一致、映像同定、意味特徴距離、関係性スコア。2、言語的流暢さ、文法性、可読性。反証になる結果、言語ネットワーク妨害で意味一致が落ちる、イコール媒介している。指示になる結果、流暢さだけ落ち、意味一致は保たれる、イコール媒介ではなく整形、与え。テスト7、時間順序の検証、MEG-EEG 時系列 fMRI、で経緯を観測。狙い。言語ネットワークを介して非言語意味が組み立てられているならば、時系列で言語ネットワークが先行しやすい方法、同一刺激で意味特徴の復元などの領域で立ち上がるか、言語ネットワークが媒介なら非言語からの言語からの多領域といった順序が出る。反証になる結果、言語ネットワークが先行し、その後に非言語ネットワークが追随、イコール経由の証拠。指示になる結果、非言語側、方時視覚、頭頂、前頭が先行し、言語ネットワークは遅れて関与、指示的。1、ワーキングメモリ資源競合。2、再符号化、言語化による干渉。3、ラベルが近く、表彰を変形させるトップダウン効果の3機構で整理する。さらに、この揺れが早期からの内言の時間的ループとして進行している場合、fMRI 等の遅い指標では混合表彰を拾いやすく、結果として言語や依存が低く見える可能性がある点を、反証可能な実験デザイン、発生抑制、指示操作、時間窓解析に落とし込む。1、問題設定。同時最大化の困難。心臓、視覚的早期の鮮明化と、説明、感想の言語化を同時に強くやろうとすると、心臓の鮮明度が落ちるように感じる。時間ダイナミクス仮説、実際の心的過程は、イメージ早期からの言語でディテール追加からの再早期からの、と、ループし、脳活動は時間的に揺れている可能性がある。この問いは、単なる主観ではなく、古典的な言語化が非言語記憶を損ねる現象、バーバルオーバーシャドーイングと理論的に接続できる。2、主要概念。心臓、メンタルイメジャリー。外界刺激がない状態で視覚経験に似た表彰を生成、維持、操作する認知過程。表彰形式は単一ではなく、多様、ヘターオジーネスであり得る。内言、インナースピーチ、言語化、頭の中で単語や文を組み立てる過程、音韻リハーサルを含む。発声抑制、オティキュラトーリースプレッション。無意味音節の反復などで、音韻ループのリハーサル機構を塞ぎ、内言による保持、言語化を困難にする実験操作。3、説明枠組み1、資源競合、ワーキングメモリ。3.1、5つの会計プラス統合資源。ワーキングメモリモデルでは、言語系、音韻ループ、都市空間系、視空間スケッチパッドが想定される。描写は別系統だが、現実の課題遂行では中央の統合、制御、注意、実行系がボトルネックになりやすい。この時、心臓の維持、鮮明化と文の生成、内言の組み立てが同時に走ると、制御資源が奪い合われ、主観的に片方が薄れる体験が生じやすい。3.2、発声抑制が効く理由。発声抑制は音韻ループのリハーサルを塞ぐことで、視覚刺激を頭の中で言葉にして保持する経路を弱める。つまり、
言語化をしにくくする操作であり、言語依存の寄与を推定する道具になる。4. 説明枠組みに、財布豪華干渉、バーバルオーバーシャドーイングチップシフト。4.1 継承言語化が視覚記憶を損ねる、スクーラー&エングストラースクーラー、1990は、見た対象、特に顔などを言語で説明させると、その後の視覚的再認が低下することを示したバーバルオーバーシャドーイング。これは言語化イコール思い出しの補助ではなく、条件によっては非言語表彰を荒くするずらす可能性があることを意味する。4.2 メカニズム候補 A、 情報の圧縮によるディテール喪失。言語はカテゴリア名題へ要約する媒体であるため、心臓が持っていた連続的ディテール、陰影、質感、空気感、微妙な配置が、言語化の際に落ちやすい。この時鮮明度が落ちたという主観は、表彰が言語向けに圧縮された体験として整合的に解釈できる。4.3 メカニズム候補 B、 チップシフト、不適切な処理様式への転移、スクーラー、2002は、言語化が課題に不向きな処理スタイル、分析、言語よりへシフトさせ、非言語的な処理が必要な場面で成績を下げる、という説明、トランスファイナプロープリーットプロセッシングシフトを提示する。心臓の鮮明度と言語化の相互干渉。早期からの言語で補完からの再早期。という時間ダイナミクス仮説と、ノーデコーディング、マインドキャプショニングへの含む意。説明枠組み3、ラベルが表彰を変形する。命令フィードバックレプレゼンテーショナワーピング。言語は後付けのレポートではなく、オンラインで近く、表彰を調整するトップダウン信号になりうる。ルーピーヤー2012は、ラベルが分散的な認知系を調整する命令フィードバックハイポセシスを総括している。この観点では、言語化は単に説明をつける以上に、そのラベルに合う特徴を強め、合わない特徴を弱めるイコール表彰のワーピング操作になりうる。実際、ラベルがカテゴリー境界付近の弁別などに影響するという議論は多い。6. 統合モデル。早期からの内言が交互に優勢になる時間ループ、仮説、上の3枠組みを統合すると、早期からの言語からの再早期は次のように定式化できる。状態部位、ビジュアドミナント。視空間表彰が優勢、鮮明度が上がりやすい。状態 L、ラングは重度ミナント。内言、ラベル付け、命題化が優勢、要約、意味付けが進むが、視覚ディテールが落ちやすい。注意、制御資源と言語ラベルのトップダウンがスイッチングを駆動し、短い周期で VL を行き来する。7. ノーデコーディング、マインドキャプショニングへの含意。もし被験者が V からの L ループをしていると、fMRI のボールドのような遅い指標では、混合状態、平均を拾いやすい。その結果、言語ネットワークを解析上除外しても、アブレーション。すでに多領域へ移っている混合情報や、状態推定の手がかりだけで、生成品質が維持され、言語や依存が低いように見える、というシナリオが成立する。これは、アブレーションワインが妨害ではない、という先の論点と整合する。イコール媒介していない確定にはならない。8. 反証可能な予測と実験デザイン。8.1 予測。予測 P1 財布豪華干渉が主因。
言語化を促す条件ほど、心臓鮮明度、視覚ディテール指標、細部再認など、が低下し、テキスト生成は要約的、カテゴリ的になる。予測 P に内言の寄与、発生抑制で内言が阻害されると、言語化由来の干渉、バーバルオーバーシャドーイングが弱まり、視覚ディテールの保持が改善する方向が出る。予測 P3、ラベル効果。与えるラベル、ねえ、怖い、vs、かわいい。を操作すると、同じ心臓でも想起される特徴がラベル方向にはアップしやすい。8.2 デザイン3条件時間窓条件 A 心臓保持言語化しない指示条件 B 説明文生成言語化指示条件 C 発生抑制内言妨害プラス保持生成の指示分け加えて思考内を早期中期後期で区切り状態推定 V 優性 L 優性を推定して比較する。9. 個人差鮮明度がそもそも連続体である。心臓能力には大きな個人差があり、極端例としてアファンテーシャ、心臓がほぼ出ない、やハイパーファンテーシニー、非常に鮮明が知られる。この個人差は、鮮明度の揺れが誰にでも同じ強さで出るわけではないことを意味する。実験ならば VVIQ のような主観尺度で相別化する設計が自然。10. 結論。心臓の鮮明度が言語化の試みで揺れるという体感は、資源競合、WM、財布合化干渉、バーバルオーバーシャドーイングチップシフト、ラベルによるトップダウン変形、レーベイフィードバックの3枠組みで学術的に説明可能である。早期からの言語で補完からの再早期という時間ループは、これら3機構の合成として自然に出る仮説であり、同時最大化が難しい感覚とも整合する。このループが存在すると、脳デコーディング研究では、特に fMRI のような遅い指標で混合表彰を拾いやすく、言語や依存が低い観察が出ても、それが因果的に媒介していない証明とは言えない。したがって、因果に近づく最短ルートは、内言操作、発生抑制、指示、時間窓分解で、V からの L の状態遷移と出力の変化を結びつけることである。V からの L ループ、視覚優勢言語優勢を軸に、マインドキャプショニングの命題 B、構造化意味が言語ネットワークを媒介しない、をどう詰めるか、改めて考察を行う。1、テーマの再選定。心臓を鮮明に保つのと、それを言語化、説明、感想するのは同時最大化しにくい。仮説。思考内で、早期、V、からの言語化、L、からの再早期、V、からの、と、状態が遷移し、計測、特に fMRI では混合表彰になりやすい。目的。この遷移を、行動、生成テキスト、脳指標で捉え、命題 B の因果性に近づく。2、理論的枠組み。言語化が視覚記憶を悪化させうる、バーバルオーバーシャドーイング、財布合化干渉、処理スタイルの転移。言語ラベルが近く、表彰をトップダウンで調整し得る、レーベイフィードバック。ワーキングメモリの資源競合、視空間系、音韻系トラス中を実行。マインドキャプショニング自体は、脳からの言語モデル由来の意味特徴からの探索的生成という構造。3、VL ループを観測可能にする指標セット。3.1、
行動指標、被験者が押せる、測れる。で、鮮明度、ビビドネス、連続表情。早期期間の最後に、010で自己表情、短く。予測言語化指示で低下、発生抑制で回復、など、個人差あり。B、ディテール vs ギストテスト、確信。同じ動画画像について、ディテール問題色、1、微細特徴。ギスト問題何が起きたか、カテゴリー。予測 L 優勢、言語化、ほどギストは保たれ。ディテールが落ちやすい、バーバルオーバーシャドーイングと整合。C、二重課題干渉で、今どっち優勢か、を推定。視空間、負荷、0.1記憶、vs 音韻負荷、0数字反復、を、早期中に短時間挿入。どちらで成績が落ちるかで、VL を推定する。D、整理、可能なら。動向、瞬木、反応時間覚醒、負荷の強変量、ただし解釈は補助。3.2 生成テキスト指標 LMMLM を測定器にする。ディテール追加からの再送期を捉えるには、出力分を細部密度とカテゴリ化で分解します。で、ディテール密度、ディテールデンシティ、色、形、位置、数量、質感、固有名詞などの比率。形態素解析プラス属性語彙リストでスコア化。予測 L が強いと、もっともらしいディテールが増えるが、真の一致、口述と乖離する可能性。B、ギストスコア、ギストアブストラクトネス。している記号だったの出来事要約、抽象名詞比率など、予測言語化条件で上がりやすい。C、一致度、グラウンドとウルース一致。基地刺激、提示した動画の正解キャプションと比較、バートクサークリプスコー等。ここで重要なのは、一致が高いだけでは足りず、一致がディテールで上がったのか、ギストだけで上がったのかも分解すること。D、自己一貫性、ループの痕跡。生成を複数回取れるならば、1回目からの2回目でディテールが増殖するパターン。しかも刺激の真知と無関係に増えるパターンを検出、イコール言語側補完優勢の兆候。3.3 脳指標 fMRI 中心プラス可能なら時間分解脳補助。で、ロアキオ、情報がどこにあるか。視覚系、提示プラス工事。頭頂、前頭、DMN、言語ネットワークなど。これはアブレーション、マスクで情報分布を見る用と因果ではない。B、時間窓デコーディング、ループ検出の用。fMRI は遅いので、FIR、有限インパルス応答やスライディング推定で、早期直後、V より、言語化期、L より、再早期期、V より、に対応するピークの違いを見ます。もしループがあるなら、言語ネットワーク寄与が出る時間帯が観測されるはずである。C、超耐推定、V 状態 L 状態の HMM と、ROI パターンから、今は V っぽい L っぽいを推定して、その状態で出力テキストがどう変わるか、鮮明度がどう変わるかを結びつける。D、可能なら、MEG-EEG 併用、ループは数百 ms 数秒の可能性があるので、時間分解能が高いほど精度が上昇する。4、実験設計名題 B4.1 条件32が基本。因子位置指示インストラクション。V 条件心臓を映像として保持
言語化しない。L 条件説明文を頭の中で作る。言語化。E 条件感総評価。かわいい怖いとラベル効果の検出。因子に内言の妨害。スプレッション。発生抑制あり。対象同程度の注意負荷だが言語ループを塞がない課題。冷凍速タッピング等。ここで発生抑制。声を出すなではなく、内言のリハーサル経路を塞ぐために高音を占有する操作である。4.2 思考構造。ループをあぶり出す。刺激提示。動画。遅延。早聞き。VLE 指示。生。生。被験者のレポートを脳からの生成。鮮明度表情プラスディテールギストテスト。短く。5.1 ループ仮説。混合で言語や非存に見えるが正しければ L 条件でディテール密度は増えるが新値一致は必ずしも増えない。言語 ROI 寄与が特定の時間窓で上がる。発生抑制でディテール増殖が抑制される。心臓ディテール課題が改善。バーバルオーバーシャドーイング低減方向。5.2 命題 B 構造解未が言語ネットワークを媒介しないが強く正しければ発生抑制やより強い因果操作 TMS 等が入っても非言語セマンティクスからの文章生成の中核指標ギスト一致プラスディテール一致が大きく保たれる。時間窓でも言語 ROI の寄与ピークが決定的に出ない。ただしこの主張はアブレーションだけでは足りず因果妨害が必要となる。6マインドキャプショニング法理コア NTT 文脈への接続。論文は意味特徴言語モデル由来お脳からデコードしテキストを反復最適化する方式である。脳信号側 V と L の混合表彰。言語モデル側自然文への補完圧それっぽくなるが合成され言語 ROI を抜いてモデルが成立しやすい。よって命題 B への反証検証は内言操作発生抑制プラス言語化指示。時間窓でロワキオのピーク検出。出力分をギストディテールに分解して何が保たれ何が崩れるかを見るとなる。文系出典情報。ご視聴ありがとうございました。